今日もピクミン3デラックスやっていきます。前回に引き続きサイドストーリーを進めていくよ。前回はやっとこさエンジンパーツを回収したところだったな。あと何個のパーツが残ってるのやら。とか言ってたらルーイくんとはぐれてしまったようで。ピクミン受け渡しが重要なステージらしいな。果たしてどうなることやら。はい、ストップ。さて、どう進めていったものか。オリマー側には羽オニオンとキオニオン、ルーイ側には岩オニオンがあるね。で、ここでピクミンの受け渡しが可能なのね。はいはい。で、ピクミンの受け渡しをしないと突破できないギミックがあると。大体わかった。とりあえずやってみっか。そういえば、裏でミッションモードをやりまくったんだってね。そうそう。特に今回みたいな、原生生物を倒せ系のミッションはかなりやった。まあ見ていてくださいよ。オリマー側に羽オニオンはあるけど、肝心の羽ピクミンがいないってさ。羽ピクミンを見つけないと降らせないのか、覚えておこう。ルーイをオニオンの下に置いてから視点変更。これでピクミンを引き抜く手間が省ける。プレイヤーが憑依していないキャラは勝手にピクミンを引き抜いてくれるよ。これを活かせば序盤の分業がかなり楽になるってなもんですよ。ちょっとは増えたし、早速受け渡しするか。オリマー側には水晶の壁があるね。岩ピクミン5匹ぐらいで大丈夫だろう。で、ルーイ側に電気壁があるからキピクミンを投げて。で、間違えた。岩ピクミンをもう一回渡してくれ。うまいところを視聴者に見せてやるぜ。で、時にボケないでもろて。修行をしても、うっかりミスは治らなかったよ。さて、ルーイ側は、これで電気壁が壊れるまでやることがないな。オリマー側でがっつり探索しよう。よし、開通。水晶の壁は岩ピクミンの数が少なくても壊せるから助かるよね。コニさん、結構な強敵だぞ。さすがにピクミンの数が足りないね。ちょっと増援を呼ぶか。ルーイ側の岩ピクミン余ってるだろうし。まあこんなもんでいいか。もともといたピクミンに加えて増援5匹とカエルの死体で10匹ぐらい生まれて合計33匹。これなら倒せるだろ。オラオラ、悪いが死んでもらうぜ。ハサミは壊せなかったけどこのままゴリ押し。被害なしで倒せたな。カニさん、ロックオンを使って投げると水晶ハサミで引かれるんだけど、ロックオンせずにフリー照準で投げるとハサミを壊さなくても倒せるんだよね。ロックオンに頼り切ってたからなかなか気づけなかったわ。こっちに向かってハサミガードしてる時に相手の後ろに投げればいいんだよな。それじゃ、ルーイ側も進めようか。お、電気犬だ。バックスタブを意識してた。よし。僕に羽ピクミンもいる。じゃん。羽ピクミン10匹で開ける柵もあったし、ちょっと増やしておきたいね。すぐ近くの柵も羽ピクミンで開けるやつじゃん。先にそこを開けるか。よし、ルーイが引き抜いてる間にオリマーでやることはありましたか？羽ピクミンがいないとオリマー側でやることないじゃん。おとなしくルーイで進めてもろて。そういや、羽ピクミンは空対空に優れてたな。行ってこい。浮いてるハリセンボンを羽ピクミンで倒すのは初めてだね。こいつ、膨らんでピクミンを振り払うのが高頻度で鬱陶しいんだよな。
よし。原生生物はあと7匹。見つけ出して皆殺しにするのだ。このハリセンボンとさっきの電気犬を羽ピクミンの餌にしてオリマー側に向かわせるとするか。水晶ウォールがあるな。ちょっと壊すのに時間がかかったのでミニカット。あいつは脳みそっぽい水晶生物。横道に岩吐き出し生物もいるっぽい。まずは先に岩吐き出し生物だな。ピクミンを振り払った瞬間に突撃。これやで、モーションの後隙を狙っていこう。で、脳みそっぽいやつは岩ピクミン5匹しかいないけどやれるか？まあいけるだろ。戦闘開始。水晶さえ壊せればなんとか。一部分壊れた。あそこをキピクミンで集中攻撃。キピクミン、ジャンプ力が高すぎて全く当たらんぞ。頭の上に着地シール。高いジャンプ力があだになるとは。めっちゃ離れて狙えばなんとか。しかし現実的じゃないな。ちゃんと岩ピクミンで壊した方がいいね。このまま岩ピクミンだけで倒せそうな気もしてきた。岩ピクミン5匹しかいないのにやれるもんだな。あ、頭上の水晶も割れた。もう勝ちだよ勝ち。めっちゃ苦労した。ここから先に行くには石壁を壊さなきゃいけないね。で、近くにはこれ見よがしの穴。爆弾を掘らせてる間にオリマー側を進めるか。羽ピクミン10匹もいれば十分なんだけど増やしすぎたな。まあ大いに越したことはないし、攻撃もできなくはないので。で、ルーイ側は爆弾を掘り出し中だったか。もろもろ終わったら、この脳みそっぽいやつで、岩ピクミンも増やしときたいね。そもそも石壁の向こう側には、生物が2体いるだけ。なるほどなるほど。先に脳みそっぽいやつを運んでおこうかな。死体を持ち上げるピクミンの中で一番多い色のオニオンに持っていくから。持ち上げるのに12匹必要で、岩ピクミンの数は5匹。ギリギリなんとかなるね。岩ピクミン5匹、キピクミン4匹、羽ピクミン3匹で運べば、岩ピクミンのものになるのだ。で、石壁を壊した。けど、ちょっと、戦力に不安があるので、一旦撤退しようか。オリマー側には71匹いるからな。できるだけこっちで倒した方が楽だろう。道中に電気犬がいたけどあっさり倒したのでカット。お、クマチャッピーか。もうお前も怖くねえぞ。キピクミンで目を狙うために遠くから投げるとロックオンが外れてしまうな。なんだかんだで被害なしで討伐。ピクミン1の頃はまともに戦うと大惨事になった気がするんだけどな。弱点が一つ追加されるだけで弱くなるものだな。まあ目以外にも色々ナーフされてるらしいけどね。ルーイを洞窟入り口で待機させとくか。備えは大事だ。ここ本編でも来たことがない場所だな。まさかサイドストーリーで先に来ることになるとは。本編だと電気壁があるから入れなかったんだっけね。で、洞窟にいるのは舌が長いチャッピー2体か。ちょっと拍子抜けだな。中ボス格が待ち構えてるのかと。こんだけピクミンがいればいい位置で投げてるだけで勝てるんだよな。もう突撃させちゃっていいか。で一瞬溺れた。危ない。最後の最後で閉まらないな。まあ、ちょっと最後はダサかったけど、2分残してクリアできたからええねん。あ、そういえば、今回はカット編集を抑えめにして動画を作ってみましたがいかがだったでしょうか。
いつもはカットしまくって7分ぐらいの動画だけど、今回は10分動画になったね。そう、それというのも、私が尊敬しているゆっくり実況者。まあトラメズの人なんですけど、その人が動画を作る人へのアドバイスで、喋ることがない時は喋らなくていいと言っているのを思い出しまして、ついついノンストップな動画を作っちゃうんだよね。なので、今回はちょっと意識してだらっと動画を作ってみたけど、こっちの方がいいかな。と、まあ、注意深く見てる人じゃないと気づかない差だと思うけど、ご意見あればコメントにどうぞ。といったところで、今回はこの辺りで、お疲れっした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。